はい、こんにちは、なすけです。今回は、ちょっと僕も筋トレが大好きだということで、筋トレに関わる話をしたいんですけれども、何かっていうと、やっぱり僕が最初、SNS で Twitter で初めてバズったツイートっていうのが、もう1万リツイートとか、もう5万いいね近く来たんですけど、それが何かっていうと、筋トレをして1年間でこれだけ変わりましたっていう画像を、こんなに偉そうに出してないですよ。ツイッターで発信したところ、それだけのリツイートといいねが来て、うわ、これやっばっと思ったんですけど、やっぱり皆さん、その1年間で変わる感覚とか、本当に変われるのかなとか、どうやって変わるのかなって多分気になって、リツイートとか、いいねとかしてくれたのかなと思います。なので、僕の1年間どうやって過ごして、それだけ体が変わったのかっていうのを、今回の動画では話していきたいと思います。はい。で、食事内容については、詳しく全部は言い切れないんですけれども、こういうことを意識してたとか、トレーニングこういうことをしてたっていうのはお話できると思うので、ちょっと写真を見ながら、この時期はこうやってましたとかっていうのを話していきたいなと思います。はい、まず1枚目。この1枚目の写真は、Twitter でも使った変わる前の写真ですね。もうパンツに肉が乗って、もうこのちょっと醜い体なんですけども、この時は、筋トレ0ヶ月ですね。もう生まれたてです、僕。強いて言うなら、野球をやめて、こんだけちょっと太っちゃったっていう。なので、もともと運動は好きだったんで、運動が好きだからって言って体がかっこいいとは限らないんですよね。なので、こうやって脂肪がついてる状態でした。で、こっから6ヶ月間増量します。筋トレ始めてもう6ヶ月経っちゃうのかよと思うと思うんですけど、6ヶ月経った写真でもうめちゃくちゃこれ、もうお腹がすごい出てるじゃないですか。なんか胸筋っていうよりなんかおっぱいが垂れてるみたいな感じの体をしてるんですよ。もう筋トレやって0ヶ月の時から、よし体を変えようって言って、めちゃくちゃとにかくご飯を食べまくった。タンパク質もプロテイン毎日1杯は飲もうっつって1杯飲み続けて、もう何にも計算をせず、もう豚肉でも何でも食べてました、この次。なんでもう脂肪がめちゃくちゃついてました。で、トレーニングに関しては常に胸筋と背筋しか鍛えてないです。胸筋はもうチェストプレスとかばっかりやって、背筋を鍛えて、もう肩とか腕とか足とか全然鍛えてない。胸筋と背筋だけ鍛えました、この時期は。で、筋トレ7ヶ月の写真ですね。はい。筋トレ7ヶ月になると、ちょっとなんか、胸筋ついたかなって感じです。腕はめっちゃ細いですね。で、なんかもう顔も憎たらしい顔して、なんでこんな顔すんのっていう感じの顔なんですけど、大体もう筋トレ始めて7ヶ月経ってますから、筋肉がついてくるんですよね。しっかりタンパク質も取ってるから。で、とにかく増量しようって感じでしたね。で、この写真も筋トレ7ヶ月です。やっぱり増量すると筋肉がつくのかもしれないです。で、ちょっとごつくなって、なんか格好つけて写真撮ってますけれども、めちゃくちゃかっこいい体っていうわけではなく、やっぱりなんかちょっと脂肪でできた体みたいな感じですね。で、時は経ち、はい、これが増量8ヶ月の写真です。この時の増量期間は8ヶ月なので、これが一番マックスの増量期ですね。でもこのなんか汚らしいお腹といい、腕は細いし、みたいな感じで、脂肪がめちゃくちゃ乗ってるわけですよ。でもこの8ヶ月間も胸と背中しか鍛えてないんで、もう胸と背中やりまくってこの体。なんで8ヶ月でこの体です。めちゃくちゃ食べてましたし、食事なんか一切考えずにタンパク質だけとにかく取ろうっていうようなイメージでしたね。そしてここから減量が始まります。はい。減量が始めて1ヶ月。1ヶ月なんでちょっとだけスッキリしたかなっていう感じです。はい。で、減量の時はいろいろとちょっと勉強して、こうやって食事やろう、こうやって食事やろうっていろいろカロリーとか PFC バランスとかってなんかもうちょっと難しい言葉ですけど、なんかそういうのを真似しながら減量しましたね。で、減量を始めて、ここでしっかり食事を整えることによって、後々写真を見ればわかると思うんですけど、多分減量の方がかなり筋肥大してると思うんですよ。はい。で、次、減量2ヶ月目。お腹周りがスッとして、もう2ヶ月ってやっぱ減量すごい変わるんですよ。1ヶ月目はあんま変わんない、正直。2ヶ月目ってめちゃくちゃ変わるんですよ。でもなんか、あれ細くなったっていう。減量2ヶ月目って脂肪が落ちきってない分、サイズもダウンしてるし、めちゃくちゃ細くなって、で、ここで減量怖くてやめちゃう人がいます。結構。
なんでここは結構減量の耐え時なんですよ。でもここをどうにか乗り切れば、かっこいい体が待ってるっていうのを覚えておいてください。じゃあ次、減量の2ヶ月半ですね。はい。2ヶ月半でかなりちょっと腹筋も割れてきて、あれさっきよりちょっと胸筋出てねっていう。はい。ここでもう結構変化がめちゃくちゃ出てきます。これ同じ日にもう1枚写真撮ったのあって、違うところで撮ってるんですけど、これはちょっとむっちり見えますよね。っていうのもやっぱ撮り方によって絞り具合とか結構変わってくるので、これ何が言いたいかっていうと、あんまり写真の撮り方で一喜一憂しないでくださいっていうことです。なのでこんな感じで体が変わってます。はい。で、2ヶ月半から3ヶ月の間の写真がこちら。ちょっとずつ変わってますね。あんまり期間も空いてないんで。で、次の写真がこちら。プロテインを腕に持ってますけれども、あんまり変わってないですね。やっぱり数日間の変化っていうのはあんまりわかんないんですよ。ちょっと時間が経たないと。じゃあここで減量3ヶ月とうとうめちゃくちゃリツイートされた写真を撮った期間に入ります。減量3ヶ月の写真、まず一発目がこちら。光加減もあるんですけど、この顔何考えてるかわかんない顔してますよね。結構腹筋の形とか、この胸の下のあたりがすごい脂肪が取れて、もうこんな感じで立体的に胸筋が出てるわけですよ。僕も絞り切るまでこんなに胸筋なかったんで絞ってからこんな胸筋あるんだっていうのに気づいた。めちゃくちゃ嬉しかったです。絞れてくると嬉しくて写真たくさん撮っちゃうんですよね。はい、次の写真。これも同じ期間に撮ったんですけど、かなり今まで肩とか腕とか細く見えてたのにちょっと張り出してる。僕肩とか一切鍛えてないですから、この時。でもやっぱり胸筋と背筋だけでやっぱちょっと肩にも効きますし、それもあって体がかなり変化したのかなっていう感じはします。もう結構立体的な筋肉になってますね。はい。で、これまた違う写真、違う角度から撮ったんですけど、これも期間は同じです。これは脱力してるんですけど、お腹に線が入ってて、光の加減もありますけど、ちょっと筋肉が漏れてるような。もうここまで来ると嬉しくて写真めっちゃ撮っちゃうんで、もうフォルダーが筋肉だらけになります。そして、これも同じ期間なんですけれども、トレーニングした後ですね。なので結構パンプアップした状態だと血管が結構出てきてるんですよ。この胸の上あたりとか、あとは背中から上半身の前側にかけてのこの前鋸筋っていうんでしたっけ、ここの筋肉とかの筋とかが見えてきてていい感じですよね。で、ここに来てめちゃくちゃバズった写真が出てきます。ドーン。こちらですよ。もう光の加減もめちゃくちゃいいんですけど、ここまで絞れると。これでトータル約1年ですね。はい。ちょっと1年より過ぎてるかもしれないんですけど、約1年です。こんな感じで体がかなり絞れるという感じになってます。もうここまで来ると下腹部とかめちゃくちゃ血管出てますし、腕とか肩とか細いんで、SNS で腕鍛えてるんですかとかって言われて、鍛えてねとかって思いながら様子を伺ってたんですけれども、こんな感じで変化がしますよ。で、この時に僕大会出たんで、ちょっとこの後も絞り切ってるので、写真と動画も見ていきたいなと思います。はい、どうも。こちらが動画ですね。かなり絞り切れてますね。で、胸筋の筋とかもすごい出てますし、腕がめちゃくちゃ細いっていうのが今と違うところなんですけれども、かなり絞り切れてて、顔が田舎のなりきれてないヤンキーみたいな顔してますけど、こんな感じで体を絞ってました。ここまで来るとかなりもう筋も結構入ってて、大会出れるかなレベルの絞りだと思います。で、次が大会前日の絞りです。ドン。もうここまで来るとめちゃくちゃパリパリ。もう水分も抜いてカーボアップも終わってる状態です。なので体は元気もあるし、もう脂肪もないんで、もう背中とかもめちゃくちゃ絞れてますよね。ここまで絞り切ると体はこんな感じになりますと。これはもう筋トレしてからだいたい1年と2ヶ月ぐらいかなでこの体になりました。はい、そしてドーンと大会が終わった後の写真です。これはもう爆食いしまくって、もう食べ放題行ってマック行ってスタバ行ってもういろんなジャンクフードを食べまくった結果、お腹がパンパンです。ただ脂肪がついてない状態なので、もう筋肉がポンと前に出ている状態ですね。はい、これも結構レアだなと思って撮ってきました。はい、そして最後すごい生活感ある写真なんですけれども、これは大会が終わって2週間ぐらいの写真です。もうキレがない。全くキレがない。お腹出ちゃってるし。でも、ちょっと胸筋の名残はあるかなっていう感じですけど、こんな感じで食事をおろそかにすると、体すぐ戻ってしまいますというお話です。はい。ということで、いかがだったでしょうか。こんな感じで、食事を意識して、あとはトレーニングは僕は胸筋と背中しか鍛えてなかったんですけれども、これだけ大きい筋肉を鍛えておけば、小さい筋肉も、多少は鍛えられるかなと。それで、増量して減量すれば、ある程度の体は手に入れられたっていう、動画でした。なので、
で、まあこれから筋トレやってどのぐらいの成果が出るんだろうっていうのを、ぜひですね、この動画を参考にしていただきながら変化を感じていただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。